こんにちは、すんです。今年もまた結露の季節がやってきました。吹いても吹いても毎日湧いて出る結露に、ほとほと嫌気がさしている方も多いんじゃないでしょうか。この後、カビの映像が映ります。気になる方はご注意ください。結露だけならまだしも、こまめに拭かないとカビも出現。結露を拭くのが面倒すぎてサボった結果、とうとう黒いポツポツが出てしまいました。どうにかしなくちゃなぁと思いつつ、窓際は姫様のお気に入りスポットでもあるので、強い洗剤を使うのは NG。かといってカビもまた問題なので、放置しておくわけにもいかないですよね。何かいい方法はないかなといろいろ考えた結果、二重窓を DIY することにしました。二重窓は結露軽減の他にも断熱とか防音効果も期待できるらしいし、何より猫が窓に直接触れるのもガードできます。ということで今回は DIY 初心者でも比較的簡単に設置できる二重窓の作り方とか失敗談、実際に取り付けた後の効果などをレビューします。二重窓を取り付けたいけど作れる自信がないっていう方の少しでも参考になれば嬉しいです。動画内で紹介しているアイテムは概要欄に記載しておきます。合わせてチェックしてみてください。はい、というわけで今回はこちらの窓を二重窓にしたいと思います。窓の内側にレールを設置するので、窓枠はある程度幅が必要です。私が使ったレールだと最低でも 3.5 センチ必要っていうことでした。そして最も断熱効果が高いとされている外窓と内窓の距離は7センチ程度だそうで、それ以上遠いと間の空気が大量して断熱効果が低下するらしいです。とはいえ、うちの引き違い窓はサッシの厚みが結構あって、左右どっちも7センチにするのは物理的に無理。7センチはあくまで目安として、広すぎなければいいやっていう感じで決めました。はい、そしたら取り付ける位置の幅と高さを測ります。窓枠もね、意外とまっすぐじゃないことがあるらしいんですよね。万が一、上と下、右と左であまりにも寸法が違う場合は、窓枠自体の補正が必要ということで、それはもうプロに相談した方が無難だと思います。ちなみに内窓にクレセント錠がぶつかって窓が開けられないっていう事態を防ぐために、鍵が開けられるだけの余裕を持たせて取り付ける位置を決めた方が安心です。糸に重りをつけて垂らすと測りやすいです。ただ取っ手をつけなければ全開にできるので、取っ手をつけない場合はクレセント錠に干渉することはなさそうです。はい、で二重窓に必要なレールやフレームは単体でも購入することができるんですけど、何をどれだけ買ったらいいかわからないっていう場合はセットがおすすめです。今回使用するのは光モールさんの内窓パネルフレームセット。カラーはホワイトとビスケットの2色展開で、サイズは S、M、L の3種類があります。うちは車もないしホームセンターも遠いので Amazon で購入しました。で、私が買った時は L サイズで8967円。もしかしたらホームセンターで一つ一つ購入した方がお安く買えるかもしれないんですけど、ネットに出ている価格を足してみたらセットの方が少し安かったです。はい、で一応セット内容をご紹介すると、窓枠の上下に設置するレール、深い方が上レールで浅い方が下のレールです。窓枠の左右に設置する横カバーが2本。はい、そして内窓になるパネルの左右にセットするパネルフレームが4本で、パネルの上下に貼る L 字型パネルフレームが2本で、内窓の滑りを滑らかにするキャップが4つで、パネルのたわみを防止するアルミの補強材が4本。このアルミの補強材は高さが1メートル以上の場合に取り付けた方がいいそうで、確か S と M サイズのセットには入っていないと思います。あとは組み立て説明書ですね。組み立て方は後ほど詳しく説明します。で、このフレームセットの他に必要なものは、パネル、メジャー、カッター、両面テープ、ヤスリ、そして金の子です。パネルは 4mm 厚のポリカ中空板を購入しました。ポリカっていうのはポリカーボネートの略ですね。ネットやホームセンターで購入できます。
自分でカッターでカットすることもできますが、私はまっすぐカットできる自信がなかったので、楽天でカットもしてもらっちゃいました。パネル代はカット代込み2枚で7938円。ただ送料がね4500円もしてしまったので、合計は12438円なり、車がある方はホームセンターの方がお安く購入できると思います。カラーはクリアを選びました。で、中空という通りストローのように中が開いた構造で、この空気層が冷気を遮断することで高い断熱効果が期待できるというわけですね。ただ作業中にこの穴にゴミが入ると厄介なので、セロテープで断面を塞いでおくことにしました。はい、それでは組み立てていきたいと思います。基本的にはこの組み立て説明書通りに進めていけば簡単に内窓が作れるようになっています。まずは測った窓枠の寸法を当てはめながら、それぞれのパーツの寸法を書いてある通りに計算して割り出していきます。実は内窓を作ろうと思い始めた当初は各パーツを単体で購入しようと思っていたんですけど、2枚の窓の重なりは何センチにすればいいのかとか、パネルの天地サイズはフレームやレールの厚みを考慮するだけで大丈夫なのかとか、遊びは何ミリ必要なのかなどなど、これがネットで調べてもサイトによって答えが違っていて、とにかくこの寸法の割り出しっていうのがすごく難しいなと思っていました。それがこのセットなら全部書いてあります。例えば上下のレールは幅マイナス3ミリ、パネルの縦は窓枠の高さマイナス11ミリ、幅は横割る2マイナス7ミリ、パネルの上下に貼るフレームは横幅割る2マイナス47ミリ。こんな感じで書いてある通りに電卓を叩くだけっていうのはめちゃめちゃ楽でした。あとは割り出された寸法通りに各パーツをカットすれば OK。パーツ選びに迷うことがないっていうのはもちろんなんですけど、自力で寸法の割り出しをしなくていいっていうところがセット購入の最大のメリットなんじゃないかと思います。はい。で、カットする寸法を測って一気に印をつけました。単純な作業なんですけどね、実はミスっていたことをこの時の私はまだ気がついていません。はい。それではフレームとレールをカットしていきます。使うのは金の子。フレームもレールもプラスチックなんですけど、結構しっかりしているのでカッターでは無理そうかなと思いました。金の子は100均でも購入することができます。私はたまたまうちにあった工具セットの金の子を使ったんですけど、これ20年以上前の金の子なのでもうほんとキレが悪くって、刃を逆にセットし直して今まで使ったことがない刃の部分でなんとか切ることができました。切ったらヤスリでバリをきれいに取り除いておきます。こうして黙々とカットし続けること12箇所。途中休みではありましたけど、トータルで1時間ほどかかりました。よく切れる金の子だったらもう少し早く終わっていたかもしれないです。静電気もあるのか細かいくずがつきやすいので、一応全体をざっと拭いておきました。はい、それでは窓枠にレールを貼っていきます。窓枠が皮脂などで汚れているとテープが剥がれる原因にもなるので、アルコールなどで拭いておきます。で、両面テープを直に貼るのはやっぱり勇気がいるので、現状回復できるようにマステで養生することにしました。使うのは今回も鴨居加工士さんのマスキングテープ。うちは浮かせる収納の養生なんかもこれ一択。壁紙に丸2年貼り続けても綺麗に剥がせたので絶大なる信頼を寄せています。ただ残念なのは3センチ幅がないこと。仕方がないので 1.5 センチ幅を2列に貼りました。はい、お次はレールの方に両面テープを貼ります。両面テープは延品に使えるタイプであれば何でもいいと思うんですけど、寸法に影響が出ないように薄手の方がおすすめです。私はニトムズの超強力両面テープ多用途を使いましたが、幅選びでちょっと失敗しました。レールの幅が3センチあるのに15ミリを買ってしまいましたね。
2列に貼れば問題はないんですけど、できればレールの幅ぴったりの両面テープを使った方が余計な工数を増やさなくて済みます。はい、では窓枠にレールを貼っていきます。貼る順番はまず横カバーから先に貼ります。上下のレールを横カバーの内側に設置するからっていう理由もあるんですけど、横カバーを先につけておけば上下のレールのガイドにもなります。はい、貼り終わったらよーく圧着をして、こんな感じにぐるっと一周レールが完成しました。実は撮影した後に上下のレールを逆に取り付けていたことが分かってしれっと貼り直しました。いつも何かしら間違えちゃうんですよね。最終的には内窓を設置するので剥がれて落ちるなんてことはないと思うんですけど、両面テープの粘着力を安定させるために念のため一晩放置しました。はい、ではパネルのフレームの方を組み立てていきます。まずは横のフレームを差し込んで設置します。2枚のパネルの左右全部で4本ありますね。で、断面はこんな感じになっていて、フレームの端までしっかり差し込むようにします。手でギュッと押し込めば大体は入りました。で、どうしても入らないっていう時はゴムハンマーなどで叩くといいそうです。うちはゴムハンマーがなかったので普通のトンカチで軽く叩いて入れました。もちろん自己責任です。で、次にパネル上下の前面に L 字型パネルフレームを両面テープで貼ります。と、ここでやらかしたことに気がつきました。寸法間違えたみたいです。本来であれば左右ピタッと隙間なくはまるはずなんですけど、どうやらカットの印をつけるときにミリとセンチを勘違いしてしまった模様です。仕方がないので余っていたフレームを再びカットして足りないところを継ぎはぎしました。皆さんもお気をつけて。2枚それぞれ上下に貼り終わったら、今度はパネルフレームの底にキャップを差し込みます。キャップは底のみで全部で4箇所あります。そして最後にアルミの補強材を両面テープで貼ります。この補強材は高さ1メートル以上の窓の場合のみなので、S サイズと M サイズにはこの作業はありません。で、補強材の幅が1センチ程度と細くって、今度は手持ちの両面テープでは幅が広すぎてしまい、こうやってちまちまカットする作業が地味に面倒でした。今回の DIY では特に両面テープの幅の大切さを痛感しました。それぞれの工程で幅がぴったりなテープだったら作業効率もかなり違ったんじゃないかと思います。はい、で、補強材を左右のパネルフレームにかぶせて貼りました。あとは保護フィルムを剥がして全体を拭いたら作業は終了。めでたく内窓が完成しました。いざ設置してみます。ここでパネルがレールより小さかったら今までの作業が水の泡なのでドキドキしました。いい感じにぴったりです。開閉もスムーズ。取っ手に使おうと思って100均の貼れる取っ手を買ってあったんですが、取っ手がなくても開閉はできました。あった方が当然開け閉めはしやすいのは言わずもがななんですけど、私はつけなくてもいいかなと思いました。心配していた重なりの部分の隙間も数ミリ程度。補強材のおかげでたわみもほとんどなかったです。見た目もすっきりしていて気に入りました。さて、ポリカ内窓の断熱効果はどうなのか。まず内窓を設置していない状態のベッドサイドは 19.8 度でした。そして内窓を閉じて数時間後に見てみたら
21.1 度、その差1度ちょいぐらいですね。外は日も落ちてさらに寒くなっていたとは思うんですけど、多く見積もっても2度ぐらいで、今度は外窓と内窓の間に温度計を置いてみました。外窓付近の温度は 12.9 度、湿度は 37%。内窓を開けた途端湿度が 2% 上がりましたが、乾燥していてインフルエンザ注意の表示が出ていました。そして温度計を内窓のそばに置いて数時間後、温度は 17.1 度、湿度は 54% に上がっていました。ポリカ1枚隔てただけで4度の差は大きいですね。湿度もかなり違うので、外窓に湿気が届いていないことも分かりました。それにしても、窓際とベッドサイドって1メートルも離れていないのに、3度も差があるんだなっていうところにちょっと驚きました。はい、では今度は結露の状態をチェックします。内窓をつける前の結露はご覧の通り。特に窓の端や引き違い部分の隙間風が入りやすい場所に結露が出ている状態でした。うちの窓は複層ガラスなのか、窓ガラス自体はあんまり結露しないんですよね。はい、そして内窓を設置した後の結露がこちら。なんと全く結露しないわけではないんですけど、量はかなり減った印象です。引き違い部分は全く結露していなくって、左側もかなり少なくなっていました。やっぱり内窓があるとないとでは結構違うんだなと思いました。はい。で、検証や編集が間に合わなかったので、今回の動画は以上です。今後、カビ取り洗剤のレビューとか、さらなる結露対策もいくつか試してみようと思っているので、次回の動画もぜひ見に来てください。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、高評価やチャンネル登録をいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。